どうもこんにちは。こんにちは。今日は新規企画さんにお邪魔して工場見学させていただきたいと思います。新田社長お願いします。はい、よろしくお願いします。これ原皮ですか？そうです。いきなり原皮です。はい。これ今塩漬け状態。そうですね。まあほとんど弊社の場合ヨーロッパから、はい、入れてます。まあ大体そうですね。海外、まあヨーロッパから2ヶ月ぐらいかけて今原皮が来る状態ですね。前だったら1ヶ月ぐらいだったんですけど、今ちょうど東海やったっけ、あそこ通れないんで、いろんなことがあって通れないんで、もう下の何ですか、南半球の南アフリカのとこ下を通ってこう日本まで来てるんで、かなり時間がかかってる。この塩漬けの状態だったら、はい、その時間は大丈夫なんですか？もちろんこれをしっかり塩してないと腐ってしまうので、向こうの現地でしっかり塩をするようには言ってる。そうすることによって、まあ、腐りにくくなってるんで。こういう馬って馬ってなんかサラブレッドだったりいろんな種類あると思うんですけど、どういう種類？まあいっぱい種類いるんですけども、基本的にそういう農耕馬として使われてた馬ですね。農耕馬っていうとは耕すためのもの。そうですね。はい。まあ今もね使われているところもあると思うんですけども、はい、まあ機械化進んでるんで、結構やっぱり少なくなってきて、今はやっぱり肉用として育てられてるのが多いので、まあ、そういう大きい、種類ですね。これ、まあ、サラブレッドとかももちろん皮にはねなってるものもあるんですけど、ただやっぱり皮がやっぱ薄くてちっちゃいんで、あまりサラブレッドよりも大きいんです。大きいです。はい。かなり大きめ。まあ日本で言ったら北海道にいるどさんことかね、ああいう大きな馬ですね。これは、はい、重量馬です。年間原皮は何枚ぐらい？年間でいうと大体今は2万頭。まあもちろんこれは副産物なんでね、はい、肉の副産物。そうです、はい、皮のためには決して殺さない。逆に皮使わなかったらもう皮ゴミになってしまう。まあそうですね、皮がゴミになるからまあもちろんこういうふうに有効利用してる。新規企画さんは馬革専門なんですけど、と言われてたんですけど、最近ちょっとまた後で見てもらうんですけど、ちょっとそれも言えなくなって後のお楽しみで。で最初の準備工程ですね、がここで行われます。弊社の場合すべて準備工程はこのドラムで行われます。準備っていうと毛を抜くとか？そうですね、最初水洗いから毛を溶かす工程ですね。あとはそういう石灰とかで皮をほぐす、皮の不純なものを不純物をこう取り除く工程ですね。でドラムだけできれいにはならないものはああいう機械できれいに削ぎ落としていきます。で言い忘れてたんですけど、原皮の状態全部1等分入れるんじゃなくて、お尻と胴に分けて、お尻はご存知のようにコードバになるもの、胴はそれ以外のいろんなものに使われますけど、別々でこう処理していきます。はい、全然繊維が違うので、太鼓こう止まってますけど、口開いてるのは入ってないんですけど、口ああいうふうに閉まってるのはもう中入ってるんで、回さず置いとく期間もある。軽く回して置いとく、漬け込んでおくっていう時間もあるんで、最初のやっぱり水戻しとかね、常にゴロゴロ回してるわけじゃない。水戻しっていうのは塩でギュッと締まってるのを戻すってことですか？多少やっぱり乾いてるんで、それをしっかり塩も抜いてあげて生の状態に戻すっていう。でこっちが今担任なめしですね、してるところになります。ピット層。ピットでやってますね。全部このなめしはピット層なめし。一部クロムなめしなんです。昔は全然逆やったんですよ。昔はもうほとんどクロムなめしで、担任なめしっていうのはほんの一部やったんですけども、
まあ、近年はもう完全に逆転して、はい、もう 90% 以上はもう谷になるし、これはずっとこうやって動かしてるんですか？ずっと、はい、24時間年中動いてます。はい、この液体はタンニン液ですか？これタンニン液ですね。はい、ミモザっていうタンニンを今、はい、溶かして入れてます。なんかここ布みたいなのはこれは何ですか？あ、これはだから溶かして入れてるっていうふうに言いましたけど、はい、ここに入れて溶かしてますね。あそこにある。あ、この麻袋？そうそう。これがミモザって書いてある。ミモザ。まあ南アフリカ産のミモザっていう、エレファントブランド。象印。象印。象印。そのままです。確かに。象印に怒られる。はい。カチカチ。はい。これうちの場合この固形。完全に固形ですね。はい。ミモザが粉末みたいになってるのが固形になってるんですか？いや、これはもう固形の状態こう抽出して固形固めてる状態ですね。はい。まあいろんな状態ももちろん粉末もあるんですけども、この南アフリカ産のミモザに関してはこの固形の方が純度が高いんです。新規キャップはこれ。はい。まあこれだから要はこのままドーンとつけたらこうじわじわこう出ていくんで。で空になったらああいうふうにもう最終的に空になるんですね。空になるんです。のピット層にどれぐらいの期間入ってるんですか？お尻の部分、まあ、いわゆるコードバーになる部分に関しては約1ヶ月。はい。まあ、ただずっと同じところじゃなくて、はい、濃度薄いところから濃いところをこう順番にこうつけて、トータル1ヶ月っていう。じゃあこのいっぱいあるピット層はそれぞれ濃度が違うものがある。ある程度そうですね。この濃度がこう分かれてますね。これは常温なんですか？これ今はね常温にしてます。この時期は。冬になったら温度を上げます。この横にいっぱい刺さってるのがこれ導管になってるんです。この中はお湯が通るようになってるんで、冬場はボイラーでお湯をこう作ってで循環させて温度を上げてます。これ原皮のこれ原皮ですね。はい、お尻だけ。こんなに熱いんですね。熱いですよ。8ミリぐらい。まあそうです。8ミリあるとこもあるでしょうね。コード板って削り出して作るみたいなって言われますけど。そうですね。今この状態ではコード板で中に隠れてる状態なんで。表も裏も中に全部隠れてます。これってこの厚みでなめすこともできるんですか？コード板とかではなく。もちろんこの厚みのまま上がって今なめしてるんで。そうなんですね。はい。かなり熱い状態で途中まで上がってて、そこからコード板を削り出していく。まあコード板以外の部分もあっちでなめししてるんで、胴の方ね。大体あっちで2週間ぐらいなんです。コード板の方が時間かかる？もう全然繊維がやっぱり違うんで、コード板の方がかなり緻密なんでね。ここ一番薄いそうですね。濃度が薄い。薄い。これでシーソーみたいに動いてるんですか？そうそう、これでこうシーソーみたいに動いてますね。こんなちっちゃいモーターで動いてるんですね。まあいっぱいあるんで見てもらったら分かる。はい。単純な、はい、機械です。これって何でできるんですか？これ木です。木でできてるんですか？はい。ドラムと同じ木でできます。弊社の場合全部木で作ってこういうふうに上に上げてるんで、で下流せるようになってるんで、こういうタンニンってやっぱり置いてね溜まってると腐ってしまってすごい匂いになるんで、それがないようにこういうふうにしてます。であと修理もね簡単にできるんで、増やそうと思うのは増やせるし、ね。
ピット層は何年ぐらい使えるんですか？ピット層はこれどれぐらいやろ、まあ、ドラムと同じぐらいかな。やっぱ20年ぐらいです、はい、すごいなんか匂いが近づくと匂いしますよ。匂いしますね。はい、で上に行きますね、ここからもこう全体見れるんでね。すごい。なんか色違うのはこれは濃度の違いですか？濃度の違いですね、はい、黒い方が濃い。ここはそう一番濃いですね。濃いのから薄いのにしていくんですか？いや薄いところから濃いところ、いきなり濃いところつけたら、中に入んないんで、ああ、なるほど。単に止まっちゃうんで途中で。あ、全然皮つってないな。今日月曜日なんで、もうああいうふうにもう乾いてる状態の全部もうおろしちゃってるんで、普段は乾かしてるんでもっといっぱいこうぶら下がってるんですよ。1週間ぐらい乾くんですいやもうこの時期はそんなにかかんないですね。1週間もかかんないです。まあ5日ほどあったら多分十分乾くと。で乾いたらこういうふうにパレット積みして大体3、4ヶ月寝かせます。あ、寝かせる。はい、寝かせます。何が起きるんですか、寝かせると？寝かせることによってよりこう繊維とこうタンニンが馴染んで皮が柔らかくなるんです。柔らかくなる。はい、熱いでしょ。分厚いですね。まあ、この状態ではもう今コード板がどれぐらいの大きさかっていうのは全然まだ見えない状態なんでね。カチカチなんですね、結構。はい、まあ、この状態でも軽く油を入れてるんで、全然割れることはないんですよね。油を入れてるのは下準備の時。ピット層ですね。なめしピット層上がってから水洗いして軽く油入れてるんで。コード板って同じ大きさでも同じ皮の原皮の大きさでも大きさ全然違うんですか？コード板層自体の大きさ。ああもう全然個体差あるんでやっぱり、はい、これ大きく見えてますけど、もうこれぐらいの可能性もあるんで。コード板ってそのお尻の筋肉の繊維なんですか？なんでしょう。馬以外毎にもあるんですか？回この YouTube でこうそれ聞かれるんですけど、もう分からないしか言いようがないんでもう馬にしかないこう繊維層なんで、まあそれが何か言われたら本当にね、なんやろね、もう軟骨みたいな感じですよね。あ、軟骨。軟骨っていうかなんでしょうまあ繊維は繊維なんですけど、はい、全く繊維質が違う。全くそこだけもう完全に違う繊維層。まあ普通の繊維層ってこう入り組んでるじゃないですか。でも途中から縦の繊維層、1ミリぐらいの縦の繊維層になるんで、まあ、それがコード板層。確かに筋肉とは別に関係ないです。表面の皮そうです。筋肉っていうかね、この内側にまだあるんで、誰か解明してくれたらいいんですけどねいつも困るんですよね、どう言っていいのかなんか役割が、生きてる間に何か役割があるってことですよね。あるんですかねわかんないですね。で削り出したのが、まああれ削ってる分ですよね。削って乾かしてるんですよね。はい。チンあるかな。まあこれ削ったものですね。これは皮でいう裏側ですか？裏側です。こっちが毛生えてるものですね。まあ本来はこういうふうな
形になって、ここが尻尾ですよね。でお尻で後ろ足があって胴があるっていう。で裏から削っていく。これまだコード伴奏は見えてない？いや見えてます。あ、見えてるんですか。これはもう完全にコード伴奏出してるんで、まあここよく見てもらったら分かるんですけど、ここが境目ですね。これがコード伴奏。ああ、確かにちょっと分かります。こことここ全然ちゃうでしょ。確かに線がね。ツルツルとザラザラです。はい、ここが境目です。まあこういう楕円形のものが1頭につき2つついてます。ここですね。境目。そうですね。極端にわかるかな。ここまでですね。これがコード。ここが境目。削るのはシェービングですね。シェービングっていうのは、刃が皮すき機みたい皮すきじゃなくて刃が回ってるんですよ。な。はい、そこでこうガーッと削っていく。こういう幅なんですか、削る。これぐらい、まあちっちゃい幅の刃でこう順番にザーッと削っていくんで、はい、これはもうその出してるっていうのを見ながらなんですか、それともここまでは厚みで決まった厚みにするようにすると出てくるんですか。これも熟練の職人がいるんで、大きな機械ではあるんですけども、刃はそんなに大きくなくて、まあ足のこう感覚でジューッと削っていくんで、見ながらね。厚みを調整しながら削る。厚み調整しながら何回もこう通しながらね、はい、1回では出せないんで、あんだけの厚みあるんで、これぐらいやっぱり半分以下ぐらいになるんで、そこまで削っていかないといけないんで、削りすぎたらなくなっちゃうんでね、1ミリぐらいしかないんで厚みが。削らなかったらもう全然出てこない。反対側も削るんですか。反対側これは削ってないですね。この後厚み合わすのに多少は削るっていうか厚み合わせで、これで今これちょっと厚みやね、3ミリぐらいかな、2.5 から3ミリで、あとはまあこれをまあ選別ですね。もう結構 YouTube で見てるからみんな知ってると思うんですけど、これが何かね。ランドセルです。もう言っちゃった言っちゃった。早いそうランドセルの要はかぶせの型ですね、形っていうかね、まあ、それが、まあ、これちょっと入んないな、全然入んないんでランドセル用にはならないですけど、まあ、要はこれが確実に入って傷も何もなくて両方取れるものがランドセル用で、コードバンでも一番いい大きいものになります。ランドセルってなんでコードバン使うんですか。なんででしょうねいろんな理由があって使ってると思うんですけど、頑丈なんです、いやそうなんですよ。やっぱりしっかりこう6年以上持つものとしてやっぱりコードバンという革が選ばれてるんですけどね、まあ、他の革であったりクラリーノとかね、いろいろ今いろんな種類の素材はあると思うんですけど、まあ、このやっぱりコードバン全然やっぱり型崩れしなくて、型崩れしない、はい、もうすごい長持ちするっていう。結構光沢ばっかり注目されますけど、頑丈っていうのがこのコードバンのメリットの一つでもあるんですね。そうですね。コードバンの繊維ね、1ミリぐらいの繊維って言いましたけど、そこだけ取ってみたら多分そんなに頑丈ではないと思うんですよね。ここと要はこっちの繊維、銀面の方の繊維がくっついてるからやっぱり強度があるんで、あんまりだから好きすぎたら弱くはなってくると思います。はい、コードバン以外のものも、ここに暗室にしてるんでね、ここで保管してますね。これはホースフロントの方ですね。はい、馬側と牛の、コードバンじゃない馬の革と牛の違いって何ですか。
もうずっとやってるから、ね、比べられたらすぐ分かりますけど、まあ毛穴とかは全然ちゃいますけどね。表情表情はやっぱり違いますね。質感は質感もやっぱり違います。はい、柔らかいとかあるんですか？いやそれはね別になめしどうにでもなるんで、もう完全にもう質感っていうかもう馬独特の表情っていうのはあるんで、もうどう口で言い表していいかわからないですけど結構レザージャケットって馬よく使うじゃないですか、あれはやっぱその表情が好まれるってことなんですか？表情っていうかその仕上げにもよると思うんですよ。そういう、まあ、顔料ベタベタの仕上げにしてしまったら別に牛でも牛でもそんなに表情的には変わらないと思うんですけど、もともとの皮って馬って牛皮と比べたら軽いんですよね。軽い、はい、同じなめしで同じ厚みにしたら馬の方が軽くて丈夫っていうのが馬の特徴です。まあ、ただやっぱり傷とか多いですよ。馬の方がやっぱり運動量多いんで、牛と比べたらね。ホースバットって売られる皮あるじゃないですか、はい、あれはコードバンが入ってる。コードバン入ってますよけど、コードバンにするほどじゃないみたいなんです、大きさが足りない。コードバンにするにはまあ生地が例えば悪すぎるとか、はい、コードバンがちっちゃすぎるとか、っていうのをそういうホースバットにしてます。ただそんなんたくさん出てもらったら困るんで、同じように手間かけてやってるんでね、やっぱり値段全然違うんで、まあ、なるべくやっぱりコードバンにしていきたいので、まあ原費もやっぱりそれなりのやっぱり世界中の原費いろいろやってきましたけど、ヨーロッパの原費がやっぱり一番いいんで、まあ、高いんで、はい、まあほとんどこう何パーセントくらいかな、まあでも90何パーセントもコードバンになってるんで、はい、ちょっと戻るんですけど、はい、コードバン層をこう2つに分割されてるじゃないですか。はい、つながってるやつもごく稀にあるんです。そうそれ言い忘れてましたね普通はこうね分かれてるんですよね、はい、ここがだから要はつながってるのがね稀に400頭に400頭に、12頭いたりとこです。激レアですね。もうめちゃめちゃ激レアですそういうのは、それをベルトにこの上の方でつながるんですか？いや、ここからつながっていきます。下からつながっていくんで。こういうつながり方ですね。まあだからもうこうつながってる感じで、こうな感じで。まあ、だからデパートとかでコードバンのベルト売ってるけど、一本もんとか見つけた人は絶対買った方がいいですね。もう出てこないんでね。一本もんで本当にもう丸々コードバンっていうのがあったら絶対買いですね。よく3枚はぎとかねあるんでね、そんなんは別にここ3本取ってつなぎ合わせたらできるんで、昔はそれこそ何頭やろう、年間で5万頭ぐらいしてるんです。その時はもっと出てたんですけど、もう今ねもう2万頭ぐらいしかやってないんで、かなりやっぱり少なくなってます。そんだけやっぱりいい馬も少ないんでね。それはなんで少なくなる？馬自体のやっぱりそんだけ食べられなくなってるんで、で農耕馬もねそんなにいらないじゃないですか、機械化進んでるんで、まあそのせいですねやっぱり、はい、まあ、ね、牛とかもやっぱり食べる量多少なり、まあ、減ってはきてると思うんで、まあそれと一緒ですよね。馬はもっと減ってきてます。新規企画さんって創業何年ですか？1951年創業で今73年ですね。73年。はい。今いた社長は何代目？3代目です。3代目。はい。祖母からやってるんで。祖母？おばあちゃん？おばあさん。あ、そうなんですね。なんで始められたんですか？なんでいや、まあ会長に聞いたらすぐ分かるんですけどまあこの地域はやっぱりそういうね革の製造の地域で、まあここ出身やったんで、最初から馬革でやろうっていう、最初からそうですね、やったのが馬革やったから、もうそのままずっと馬ばっかりやって。その頃からもうコードバンずっとやってる？いや、やってないですね。その頃はもう完全にクロムなめしばっかりだったんで。あ、そうなんです。はい。
まあ今の会長がやっぱり、まあ、趣味が仕事なんで、はい。他に趣味あんまりないんでまあそういう革作りっていうのがすごく好きで、まあやってるんだったらコートバンもやりたいっていうことで始めましたね。ここは、ここはね、単二層に入る前のはい。前なめしとか前処理ですね。であったり、単二層から上がった後の水洗いとかね。今ちょうどその状態ですね。単二層から上がって水洗いして軽く油入れた状態です。今から乾かす工程に入りますね。こっちは染色。回ってますね。はい、今染めてるんですか、あれで。今そうですね。こっちも多分入ってると思うんで。はい、まあちょっと作業してないです。ここで要はこれを絞って伸ばしながら絞って、である程度ここでこの上で乾かして、で最終もう一回絞って、で向こうでぶら下げて乾かします。完全に。それから寝かすっていう工程。これ触ってもいいですか。ああ、大丈夫です。はい。すごい柔らかいです。こっちがホースフロントですか。そうですね、フロントの方ですね。これも同じですね。単二層から上がって油入れした方ですね。同じように今から乾かして、あっちの暗室にセレクションしてから暗室に入れます。これはこのレールを動くんですか。動きます。ここにぶら下げてからどんどん上に上げていくんで。で自然乾燥ですね。はい、まあ扇風機ぐらいですね、回るのは。これはクロムなめしの革ですね。クロムなめし。はい。ウェットブルーです、ウェットブルーですね。ここ仕上げ場ですね。はい。仕上げになります。ちょうど姫路城が。姫路城。姫路城。毎日姫路城見れます。特典付きや。ここで働いてる人も。うちは毎日富士山見れますよ。あ、そうなの。それの方が、いや、でも曇ってたら。そうですね。見れないね。曇ってても見えますね。いいな、富士山。これは大きいグレージングですね。あ、グレージング。はい。普通の牛革とか、まあ馬革でも銅の方とかのグレージングはこれを使います。この辺のってやったりやらなかったりなんですか。革の仕上げによるんですか。プレスとグレージングと。まあ仕上げの種類にもよるんで、それは。まあコートバンもグレージングするものとしないものもあるんでね。あ、しないものもあるんですか。しないものはランドセルとかはしないです、グレージング。ああ、そうなんですね。はい。もうあれは完全にウレタンを重ねてメイン作っていくんで。する必要がない。する必要がないです。はい。この辺は医療用やね、多分ね。医療用。はい、服。柔らかい。ライダースか何か。ですね。はい。こういうのはちょっとムラ感があるじゃないですか。はい。これはこういう風になるのが馬側なんですか。いや、これはこういう仕上げですよ。あ、そうなんです。あ、プルアップする。はい。
こういうワックス仕上げなんでこれは、はい、これがグレージングの機械ですね。これちょっと試し用のちっちゃいコード盤。これ分かりますよね。あ、そうですね。はい、ちょっとかけてみますね。お願いします。まあ良くないかな。ちょっとこれガラスにちょっと筋入ってるんでガラス交換しないといけない。すごい。まあ艶はもちろん出るんですけど、ただちょっと筋いってるじゃないですか。はい。傷いってるんで多分ガラスに。これってただ摩擦してるだけです。ただ摩擦してるだけですね。ガラスでこれで圧をかけて押し付けて摩擦してます。上にスプッシュ下が上がる。下が上がるんですか。はい。これは大きいですね。これも同じ。大きいのちょっとやっぱり構造違うんで。あ、そうなんですか。はい。やるの難しいんでもう飾りです。この2台が現役です。はい。広いですね、本当に。いろんな機械あるし、革も至るところにあります、ね。はい、在庫だらけで。まあコード盤ってやっぱり時間かなりかかるんですよね。やっぱり10ヶ月ぐらいかかるんですけど、その間やっぱり在庫を抱えないといけないんで、まあこれもリスクはリスクですけど、そうですね、まあこれは塗り機ですね。まあさっき言ってたランドセル用とかねはこれで何回も塗り重ねて、まあ、綺麗な面を作って、まあ傷がつきにくい革っていうか水も通さない。だからランドセルにしても全然、はい、丈夫な革になります。ランドセルその顔料でこう顔料じゃウレタン樹脂で表面完全に塗膜でちょっともったいなくないですか。でもね、もったいないっていうよりか保護してるっていうか、でその状態っていうのはやっぱり他の革とやっぱり比べたらやっぱり違うんですよね。コード盤でやっぱシワにならないし。なるほど。普通の革って結構シワがいっぱい出たりするんですけど、コード盤で曲げても全然変なシワ出てこないんで。じゃあそのウレタン塗料が乗ってる状態も綺麗なのがコード盤。そうですね。もともとだからガラス仕上げとかね、いろいろあるじゃないですか。あれはもうコード盤を真似てやってるんで。これがネット張りです。これ牛革ですけどね。これはうちの革じゃないんで、はい、お貸ししてるだけなんで機械。これはなんか移動して変わってんですか。そうそう、ずっと中あったかくなっちゃうんで回転してるんで、で乾いて出てきて外してまた次のを貼ってでここが馬革以外のものですね。馬革以外の革って何なんですか。魚です。魚知ってるくせに魚をやってます。魚、はい、今なんかやってるかな。うわ今またなんか変わったのやってるわこれ。魚ってもいろんな種類があるんですね。はい
これチョウザメですよこれ。チョウザメ。チョウザメ。あ、エラみたいな。これチョウザメやな。こっちも同じですか。これもチョウザメ。初です。今試験的にやってるんであ、すよ。そうなんですね。いつもはサーモンとかね、はい。ブラックバスとかコイとかね、ブリとかねやってるんですけど、今回ちょっと新しい試みでチョウザメですね。チョウザメってサメだったらシャークレザーっぽい感じになっいやてます。チョウザメってサメじゃないんでね。あ、そうなんですか。実際はまた違う種類ですよね。もうなんか恐竜みたいです。どっちかってなんかワニとかあっちに近いんじゃないかな、川的に言ったら。古代魚っていうかね。大きい。どんなぐらいなんですか。いやまあ半身なんでこれぐらいの細長い川になります。今までは何種類ぐらいやったんですか。何種類やろね。めちゃくちゃやったなまあ最初はもちろんこうブラックバスとマグロ、近代マグロねから始まって、近代出身近代出身なんで、はい、で釣りが趣味。釣りが趣味でまあその2つから始めて、でそうこうしてたらなんかいろいろ取り上げてもらって、それを見た人が結構いろんな、なんやろう、フグとかいろんな、まあもうサメもそうですけど、何あれハンマーヘッドシャークとかね、はい、なんかいろいろこうやってって送られてきて、もう何種類やったよちょっと分かんないなかなりやりましたね。まあやっぱりその中でもちゃんと川に安定してできるものをやっぱり選別してね、今やってるんで、川として売るものとしたらサーモンと、まあ、これからやるコイとかねはまだいけるかなと。でブラックバスと近代マグロはそれ量がないんで、まあ、うちの、まあ、別会社にしてるところで製品までして販売まではしてますけど、まあ、基本サーモンとコイをこれから売ろうかなと。まあ、サーモンはもう売ってます。なんか焼き魚食べてるとその魚の皮が革製品は耐久性とかどうなんとかと思っちゃうんですけど、しっかりしてるんですか。かなりやっぱりなめしたらねしっかりしてます。今ちょうど担当来たんで上がったの出来上がったのこちらがサーモン皮し色とりどり。まあ仕上げがいろいろここやったらこれがベースですね。ほとんど仕上げしてない。4種類。これよりこう鱗模様を際立たせた仕上げ。これがウレタン塗装した仕上げ。これ白仕上げ。キラキラしてますね。0.5 ミリぐらいですか。いやそこまで薄くないと思う。0.8 とか。0.8か7、8やる。確かにかなりしっかりしてますね。まあただこれタニなめしなんで、はい、クロムなめしと比べたらやっぱり弱いです。まあさすがにこの1枚もんで使う方いないんで、はい、貼り合わせてね使う。なるほど。これはあれですか、その食用で取られたものを皮をきれいに剥いでやってる。そうですね。はい。皮はまあ某有名スーパーのサーモンの皮をこう譲ってもらってる。なるほど。面白い手触りですね。これも結構仕上げ大変なんですよこれね。あ、そうなんですか。ここだけ色ついてるでしょ。はい。結構企業秘密ですけど大変なんです。ちょっとヘビ感もあります、ね。そうですね。まあ何も言われなかったらヘビと間違いない。確かにそうです。チョウザメちょっと見せて。はい。それ油入れでしょ今。そうです。カシオ。でピット層から上がって、油を入れた。
お取ったよかった。ちょっと見た目があれなんです。触っていただいて大丈夫。もう今まで触ったことない皮。すごいなんかナマズみたい。こんなんですか。ここはでもブツブツや。グツグツですね。これはねワニみたい。多分これが鱗なんですか。鱗か骨なんか。ワニのなんか石灰質みたいな。はい、こっちの段階見てもらうと分かるんですけど、ちょうどこの辺なんですけど、上に一枚表皮みたいな皮があって、まだはっきりと見えないんですよ。でこれが太鼓ずっと1週間回していくごとになんかだんだん見えてんな。で実際ここ剥がれてるんですかこれ。これはそうです。多分僕が勝手に剥がしたやつ。なんでそんなことしたん？いやこれ剥がれるんかなって思って。でも結構なしっかりしっかりついとるな。これはいいな。売れるなこれ。これなんかちょっとブーツとかこうなんかいいよねこれ。面白い。結構厚みもある。あるある。めちゃめちゃしっかりしてるんで。で油もそこまで多くないしね。なめし自体もそこまで手間がかからなかった。この油入っとんこれ。まだ入ってないです。あ入ってないな。これ触ってもらったら分かるんですけど、さっきのと全然違うんですよ。個体差やと思うんですけど、ここの白いのが全部そのブチブチブチがヤスリぐらいザラザラです。なんかあれやな。エイとワニとサメの間。で逆にそうちょっと少なめのものもブツブツが触っていただいて分かるんですけど。なるほどな。さっきと同じぐらいなこれ。同じぐらいですね。それは。なんか触り心地もなんかぬめっとしてるんですね。面白いな。なんか売れそうやな。逆にちょっと少なめになるので、この辺触っていただいて。おおすごい。なんかシルキーな感じです。なんかもうあれちゃんこれ見てデザイン考えてる絶対そうやで。いやここの今後の触り心地面白いけど、ここのなんか骨みたいなのがすごい独特ですね。そうだね。ここ染まるんですかね。はい。ここ黒にしたら染まるんですかね。もしかしたら上に色が乗るだけでずっと使ってたら取れるとかなるかもしれないですけど、そうなんだと思います。色自体は。期待大やな。いらないですね。楽しそうだな。いろんなコード板種類持ってきていただきました。これがオイルコード板ですね。そうですね。この2枚オールイン。こっちが新コード板。新コード板。でこれがウレタンウレタン塗った塗りのコード板ですね。こう見ても結構質感が違いますね。全く違いますね。はい、パッと見で一番光沢感あるのはこれですね。そうですね。これが一番艶がありますね。グレージングして。この新コード板は染料だけ、最後の仕上染げは料とオイル仕上げとかワックス仕上げですね。靴用に作られたコード板なんですね。そうですね。はい。かなりオイルを入れて。かなり柔らかさが違いますね。そうですね。新田社長ありがとうございました。こちらこそ暑い中お疲れ様でした。長々といやめちゃくちゃ勉強になりました。いや魚側も新コード板コード板もちろんのところ、魚側も面白かったんで、今度ちょっと靴にしてみたいなと。はい。靴にしてください。それこそチョウザメ。そうですね。あれ気になりますね。あれはねかなり期待してます。はい。できたら教えてください。はい。ぜひチョウザメとね新コード板とそうですね。新企画シューズを。そうですね。はい。ぜひぜひお願いします。YouTube で新企画チャンネルですか。新規企画チャンネルですね。新企画チャンネルもありまして、新コード板のことも解説されていますし、工場見学の動画もありましたね。はい。そちらもぜひご覧ください。はい、今から新企画チャンネルさんの方の撮影もあります。そちらの動画も上がりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。では、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。